ささらです。鈴木つづみです。今回は最新の話題をお届けします。仮想通貨の送金に関する情報です。2023年6月頃に仮想通貨企業のトラベルルール対応開始が予定されており、例えばビットフライヤーからビットバンクへ仮想通貨を送金できなくなるというような不便な事態になります。この動画を見ると、仮想通貨企業がトラベルルールに対応をすると、どのような事態になるのか、その対処法、トラベルルールとは何かについて知ることができます。このような構成で話を進めていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴くださいね。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。では、早速本題に入ります。トラベルルール対応。仮想通貨企業はトラベルルールに対応をするため、仮想通貨を送金する際の情報通知システムを採用する必要があります。この情報通知システムが2種類あることが不便な事態を招く原因となっています。情報通知システムには、ビットフライヤーやコインチェックなどが採用しているトラストと、ビットバンクや GMO コインなどが採用しているシグナがあります。主に米国の主要企業はトラストを採用しており、アジア太平洋地域の取引所はシグナを採用しています。トラストはコインベースやサークルなどが開発しており、シグナは台湾のクールビット X 社が開発しています。ちなみにトラストは、トラベルルール、ユニバーサルソリューションテクノロジーの頭文字を取ってトラストとなっています。私は最初、トラストを採用している企業の中に、バイナンス US が入っているのを見て、バイナンスの公式ウォレットである、トラストウォレットと同じトラストなんだなと思いました。そして、バイナンスが影響力を行使して、情報通知システムの名称をトラストにしたのかと思いましたが、トラストはコインベースやサークルなどが開発しているということなので、バイナンスは関係ないんだなと思いました。あはは。確かにトラストウォレットと同じトラストだから、何か関係があるのかと思っちゃうよね。異なる2つの通知システム、トラストを採用している企業と、シグナを採用している企業を、それぞれ見ていきましょう。トラストを採用している主な企業は、ビットフライヤー、コインチェック、クリプトガレージ、バイナンス US、コインベース、フィデリティデジタルアセッツ、ジェミニ、クラーケン、ペイパル、などです。一方、シグナを採用している主な企業は、ビットバンク、BTC ボックス、BMM ビットコイン、GMO コイン、ビットトレード、LINE ビットマックス、楽天ウォレット、SBIVC トレード、アセンド EX、メクシー、などです。トラストとシグナには互換性がなく、異なる情報通知システムを採用している取引所間では、たとえ国内の仮想通貨取引所同士でも、仮想通貨の送金ができなくなります。こういう不便な事態になるのは分かっているはずなのに、もう少しなんとかならなかったのかなって思うな。そうだよね。もしかしたら何か事情があるのかもしれないけど、仮想通貨ユーザーにとっては単に不便になるだけだもんね。トラストがアメリカ系、シグナがアジア系ということだから、普通に考えてこの両者が主導権争いをして、結局、落としどころが見つけられず分裂状態のまま、仮想通貨企業がトラベルルール対応を開始、という状況なんだろうね。もしくは、最初から落としどころを見つける気はなくて、両者の陣営が勢力を拡大させていって、現在の状況に至っているとか。そうだね。そういったことが考えられるよね。この件に限らず、世の中には企業が主導権争いをして、ユーザーの利便性をないがしろにするケースってあるよね。古くはビデオテープの企画で、VHS とベータが争ったなんていうこともあるし。ビデオテープってかなり昔の話だよね。つづみちゃん、そんな昔のことよく知ってるね。多分テレビでやってたか何かだと思う。昭和はこうだった、みたいな番組あるでしょ。でもさ、こういうユーザーに不便を強いる状況というのは、決していい状況とは言えないから、なんとか改善に向けて進んでいってほしいな。そうだよね。分裂状態のままトラベルルール対応開始になっちゃったけど、いずれは互換性を持たせたり、標準規格ができたらいいよね。
想定されるトラブルと対処法。想定されるトラブルとしては、違う情報通知システムを採用している取引所へ送金してしまい、仮想通貨を失ってしまうということが考えられます。もちろん、このようなトラブルが起こるであろうことは、取引所でも十分に把握していると思われるので、何らかの対策が取られるであろうことは予想されます。しかし、100% 間違いが起こらないような仕組みになるかどうかはわからず、もしかしたら自分の不注意により、仮想通貨を失う可能性も考えられます。対処法としては、原始的な方法ではありますが、送金元の取引所と送金先の取引所が、トラストを採用しているのか、シグナを採用しているのかを入念に確認して、同じ通知システムを採用していることを確認してから、送金を行うことが挙げられると思います。また、取引所からメタマスクなどのプライベートウォレットへの送金は、これまで通り可能なので、取引所からプライベートウォレットに送金して、プライベートウォレットから取引所に送金するというように、取引所と取引所の間にプライベートウォレットを挟む、という対処法も考えられます。しかし、間にプライベートウォレットを挟むと、余計な手数料がかかったり、セルフボックスの可能性も高まるという、デメリットも考えられるため、それほどおすすめできるものではありません。今回、トラベルルール対応開始により、国内の仮想通貨取引所同士でも送金できなくなる、というニュースが流れていて、それは不便なことに違いはないけど、国内取引所から国内取引所に送金することって、それほどないような気もするな。そう言われてみればそうだね。今回のことで、一番気をつけなければいけないのは、国内取引所から海外取引所に送金する場合じゃないかな。例えば、ビットフライヤーでビットコインを購入して、OKX に送金する、みたいな。そうだね。それが一番気をつけるべきシチュエーションかもしれないね。海外の取引所がトラストかシグナの、どちらを採用しているかを確認するのは、国内の仮想通貨系ニュースサイトや、翻訳サイトなどもあるから大丈夫だとは思うけど、見間違いや言語の壁というのもあるので、皆さんも十分お気をつけください。トラベルルールとは、利用者の依頼を受けて、暗号資産の出金を行う暗号資産交換業者は、出金依頼人と受取人に関する一定の事項を、出金先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない。というルールです。トラベルルールの目的は、テロリストその他の犯罪者が、自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、不正利用があった場合にその追跡を可能とすることです。このルールは、ハタフ、金融活動作業部会が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策についての、国際基準であるハタフ基準において、各国の規制当局に対して導入を求めているものです。今後は、ユーザーが仮想通貨を送金する場合は、自分が利用している取引所が、トラストかシグナの、どちらの通知システムを採用しているのかを確認して、同じ通知システムを採用している取引所へ送金する、ということが必要になってきます。今回のニュースはどうだった？すずみちゃん。やっぱり何かモヤモヤするかな。ユーザーの利便性を第一に考えないのは、やっぱり良くないよ。そうだね。私もそう思う。今後の改善に向けて期待だね。私思うんだけど、トラベルルールに対応することはもちろん大切だけど、少し腑に落ちないところがあるんだよね。どんなところが？トラベルルールの主な目的は、マネーロンダリングの防止やテロ資金供与対策ということでしょう。仮想通貨の送金を行う人のうち、マネーロンダリングやテロ資金供与をする可能性がある人は、一体どれくらいいるんだろうって思うの。おそらく 1% よりはるかに少ないと思うの。そうだね。0.1%、0.01%。具体的な数字はわからないけど、かなり少ないはずだよね。そうなの。だからごく一部の人の不正を防ぐために、全く無関係の大多数の人に不便を強いるのは、必要なことだとは分かりつつも少し腑に落ちないんだよね。なるほど。そういう意味だったのね。小学生の時とか、クラスの数人の生徒が悪さをしたら、
全く無関係の生徒も含めて、クラスのすべての生徒が担任の先生に怒られるっていうのと、何か似てる気がするんだよね。ああ、そういえばそういうのあったよね。私もあれは嫌だったな。本来は悪さをした数人の生徒だけが怒られるべきなんだよね。だから、トラベルルールも本当はそうあるべきなんだよ。マネーロンダリングやテロ資金供与が疑われる送金は、システムで検知できるようにするとかね。まあ、私が考える程度のことは、もっと頭のいい人がすでに考えていて、その上で今回の措置となっているんだろうけど。ささらちゃんが熱くなっております。ごめん。こうは言っているものの、一方ではトラベルルールも大切だとは思ってるの。まとめ、仮想通貨企業のトラベルルール対応開始により、現状では仮想通貨ユーザー自身が注意して送金する必要があり、それはあまり好ましい状況とは言えないと思います。今後の改善に期待したいところです。この動画の内容は、極力正確なものになるように努めておりますが、仮想通貨企業がトラベルルール対応開始後に、仮想通貨の送金をされる際は、この動画の情報だけではなく、広くご自身で情報を集められることをお勧めいたします。皆さんは、トラベルルールについてどのように思われますか？ご意見やご感想をお待ちしております。ブログとツイッターの URL は、説明欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。